よく考えてみれば、あの総理大臣が産業構造改革など、するはずがない。それまで50年間、日本の政治権力を握ってきた。政治組織の代表なら、あの男だって、日本の利権との深いつながりがあるはずだ。しかし産業構造を改革すれば、利権は失われてしまう。税金の利益誘導で、甘い汁を吸っている連中は皆、自滅することになる。だからこれまで、政治権力を握っていた。政治組織のリーダーに、産業構造改革などできるはずがない。つまり俺たち日本国民は、見事に、あの総理大臣に騙された。しかし産業構造を変えなければ、日本経済そのものは衰退し続ける。日本経済の衰退と、自分たちの利権の喪失を計りにかけ、彼らは自分たちの利権を維持して、日本経済が衰退することを選んだわけだ。そしてそのことで、日本の民主主義は大きく破壊された。あの総理大臣がやった規制緩和の中でも、最も問題のある派遣労働法規制緩和が何を意味するか考えてみれば、それがわかる。派遣労働法規制緩和を、マスメディアではこう宣伝した。自分の都合に合わせて、仕事の時間や期間を調整できる。契約形態によって、正社員と同じ時間働くか、短時間で働くかの選択ができる。正社員のように、サービス残業を強いられることがない。副業、兼職、ダブルワークがやりやすい。転職が容易であり、多くの企業に触れて、経験を積むことができる。会社にとらわれない、今までにない。自由で新しい働き方なんだとか。だが利権側の本音はこうだ。派遣労働者は、収益の変化に対応した人員調整を行いやすい。非正規雇用の従業員を雇用契約の更新をしないことで、収益悪化に伴う人員削減の際に、調整弁にすることができる。単純業務に対する安価な労働力として利用できる。退職金や社会保険料を支払わなくてもいい。要するにコスト削減ってことだ。当時の日本の政治権力は、日本の大手企業が経済競争力を失って
競争力回復の見込みがないことに気づいていたはずだ。しかし彼らは大手企業を潰せない。利益誘導というのは、族議員、天下り官僚。利益誘導を受けている大手企業。この3つの中を国民の税金が循環してこそ力を持つ。利益誘導を受けている大手企業が潰れてしまえば、族議員と天下り官僚も同時に力を失ってしまう。だから族議員や天下り官僚は利益誘導を受けている大手企業を潰せないわけだ。もっと具体的に言うと、税金による利益誘導を受けている大手企業が潰れてしまえば、その大手企業からのキックバックによる莫大な金の力で選挙に勝っていた政権与党の国会議員は皆選挙に勝てなくなる。そして政治組織は政治権力を失う。利益誘導を受けていた大手企業とその莫大なキックバックで政治権力を握っていた政権与党が潰れてしまえば、その口利きをしていた天下り官僚も自分たちの天下り先を失う。だが競争力を失った大手企業を生きながらえさせるためには、商品の安売りという方法がある。そして安い商品を作るためには、労働者の賃金を下げるという手がある。つまり、衰退が止まらない大手企業を延命させるための低賃金労働者の確保が、派遣労働法規制緩和の本当の目的だ。民主主義と特権階級は相入れない。民主主義の基本は、自由、平等、平和だ。特権階級が存在すれば、民主主義は壊されてしまう。そして当時、日本に登場し始めた隠れた特権階級は、自分たちの存在を隠すために、日本経済の衰退を隠そうとした。ちょうどこの時期、日本政府は日本経済に、市場原理主義、新自由主義的市場経済という考え方を持ち込んだ。経済を市場のなすがままに任せておくことが自由な経済という考え方だ。しかし、これは間違っている。経済を市場のなすがままに任せて、ほったらかしにしてしまったら、状況を混沌が支配してしまう。混沌と自由では、まるで意味が違う。
自由とは何なのか。それは人間が決めること、決断することだ。民主国家における自由とは、国民一人一人が判断することだ。その判断がなければ、経済に自由競争など生まれない。そして、市場原理主義。新自由主義的市場経済に基づけば、日本の政治権力による、日本の大手企業に対する利益誘導も、正当化されてしまう。経済を市場のなすがままに、任せておくことが、経済政策の基本ということになれば、政治権力の利益誘導と、いかに関わるか、ということだって、市場のなすがままの中に含まれてしまう。政治権力による大手企業に対する利益誘導は、自由競争の中に含まれると言い張れる。民主国家の日本で、国民1億2000万人の税金を不当に搾取したら、日本国民に対する人権侵害だ。そしてそれは国家権力による完璧な憲法違反だ。しかし、市場原理主義、新自由主義的市場経済が、でたらめだと気づけなければ、それは学術的根拠ということになってしまう。そうなれば、その学術的根拠は、日本国民1億2000万人に対する憲法違反の逃げ道になる。当時の日本で、市場原理主義、新自由主義的市場経済が、学術的根拠としては、でたらめだとわからなかったのは本当か。日本にも経済学者がいる。彼らの中には、市場原理主義、新自由主義的市場経済が、でたらめだと分かった者が大勢いたはずだ。だが彼らは、マスメディアに出てこれなかった。マスメディアに出てきて、これはでたらめだと主張することができなかった。つまり、当時のマスメディアでは、すでに言論統制が始まっていたはずだ。政治権力に都合の悪い情報は、国民には知らせない、隠しておく。それが当時すでにまかり通っていた。政治家が庶民の税金を、ある特定の大手企業に利益誘導する。そして政治家が、そのキックバックを、自分たちのポケットに入れたら、庶民の人権を搾取することになる。その政治家が自分のポケットに入れた。キックバックの原資は、庶民の税金だからな。つまり、税金泥棒ってことだ。
そして税金を特定の大手企業に利益誘導するということは、政治家が特定の大手企業をエコひいきするということだ。ある特定の大手企業の権限を有利にする。そうなれば、エコひいきを受けない。他の企業、労働者、庶民の権利は引き下げられることになる。つまりそれも、庶民の人権を搾取することになる。つまり利権の中には必ず、庶民の人権が含まれる。利権にしがみつく人間がいれば、そいつは必ず、庶民の人権を搾取することになるわけだ。人権を搾取された庶民は、貧困に突き落とされる。そして場合によっては、命までも奪われることがある。これは80年前の太平洋戦争で、この日本で現実に起こったことだ。あの時、300万人もの日本の庶民が命を失った。今の日本にも利権がある。そして利権の中には必ず、庶民の人権も含まれてしまう。利権を持てば、つまり特権を持てば、そいつは必ず、庶民の人権も搾取する。だから民主国家に特権階級がいれば、民主主義は破壊されてしまう。そして今の日本には、寄生虫のように、利権にしがみついて、離れない連中がいる。そして、それが続けば、日本の民主主義は破壊され、日本の庶民は自由を失う。そして自由のない経済は衰退する。日本経済が衰退すれば、結局は特権階級の利権も、いつかは失われる。少し考えてみれば、奴らにもそれが分かったはずだ。だが彼らは、その現実から目を背けて、もう30年以上も目を背け続けている。30年もそんな生き方を続けたら、彼らにはもう、そんな生き方しかできない。彼らの頭の中は、80年前の太平洋戦争、戦前、戦時中の特権階級と変わらない。そして民主国家に存在する特権階級は、庶民の人権を踏みにじる悪党のことだ。そして彼らは自分が悪党であることからも目を背けている。彼らはもう変われない。話し合いは通用しない。だから庶民が自分たちの自由を奪い返そうと思うなら、30年前、
ロシアの2代目の大統領がやったように。彼らを力でねじ伏せるしかないわけだ。再生リスト10に続きます。